皆さん、こんにちは。玉木のスポーツジャーナリズムの玉木正幸です。今回からこの番組にフォーラム8さんが、チャンネルパートナーとして、参加してくださることになりました。私は、実は、このフォーラム8さんの PR 誌、そこでずっと連載を7年間以上やらせていただいてまして、そういう関係もあって、この番組のスポンサーと言っていいと思うんですが、やってもらうことになりまして、これからもさらに充実した内容をお届けしたいと思います。ということで、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今週は日本のサッカーはなぜこんなに強くなったのかということで、J リーグのこと、そして海外組のことというのを喋ってきていただきました。サッカージャーナリストの大隅義之さんと、後藤武夫さんです。どうぞ今回もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで、今回は日本のサッカー、日本代表チームワールドカップで優勝はいつなんだろうかということを中心に喋っていただきたいと思うんですが、実はこれワールドカップで優勝ということをね、2050年にもう一度日本でワールドカップを開催して、そして優勝しようなんていうことを目標として言っていたような気がするんですけれどもね、それよりももっと早くそろそろできるんじゃないかというふうに思うほど強くなったんではないかというのは、単なる私の勝手な思い込みかもしれませんが、そのあたり、大隅さんまずいかがでしょうか。日本のワールドカップ挑戦は、優勝は絵空事ではなくなりましたよね。玉木さんはやっぱり、たわごとです。僕が今優勝できる、できるようになるとは思ってるんですけど、はい。いつかではなくて、いつかですね。いつか。いつの日にか優勝できるんではないか。いつの日にか。そのうちに、いつかはワールドカップ優勝っていうのは、今回のワールドカップで、来年のワールドカップですけど、飛躍的に難しくなったような気がします。というのは48チーム出場のワールドカップで、ラウンド32からのノックアウト式になるわけですね。そうですね。ベスト32からノックアウト式というか、1回負ければダメだという。グループリーグを突破するのはいろんな道があるわけです。3引き分けでもしかしたら突破できるかもしれない。はい、そうですね。だけど、ノックアウト式の決勝まで優勝するには、5回勝たなきゃいけないんですよ。32が16になり、8になり、4になり、2になり、1になるわけですね。これまでは4回勝てばよかったのが、5回勝たなきゃいけないっていうのは、これは随分違うんじゃないかと思いますけど。なるほどね。それは難しいですけれども、大隅さん、それ5回になるっていうのは、ベスト32、今まではベスト16から勝ち進んだらいいんですが、ベスト32から5回勝たなきゃいけないって、1回増えるだけってそんなに大きいなもんですか？じゃんけんだって4回連続で勝つ。全然違うでしょ。今の例え素晴らしいな。それはそうですね。これはね、本当に、難しい状況になってると思います。その優勝ってこと。もう一つ、大隅さん聞きますけども、今まで優勝したチームを見ていたら、ベスト10、ランキングのベスト10以内のチームばっかりですよね。確か。そうですね。ない頃の優勝チームもありますけど。あ、なるほど。なるほど。それは過去にありましたけれども、最近はベスト10にあるチームばっかりで、まだ日本はベスト10には入ってませんよね。そうですね。ランキングは、やる試合によって変わるんで、で、やっぱり、アジアにいると、ちょっと難しい、ポイント稼ぐの難しいこともあると思うんですね。はい。で、
まあ、結果として、優勝するとランキングが上がってるっていうことだと僕は思いますけど、はい。ただ、ランキングでベスト10に入んなきゃ優勝できないかっていう話ではなくて、はい、やっぱり、準決勝と準々決勝とか準決勝に、はい、継続的に出てるようでないと、やっぱり、まあ、優勝っていうのは難しいんじゃないかっていうのは普通の話だと思います。なるほどね。継続的に出てるっていうふうに言うと、頭に浮かぶのはクロアチアとかベルギーが浮かんで、それでも優勝してないなぁなんて思ってしまいますけれども。そうですね。クロアチアはこの頃いいですよね。そうですね。後藤さんいかがですか？日本代表ワールドカップで優勝するのは絵空事ではなくなったっていうふうに。だから、可能性がゼロではなくなったのは間違いないと思います。なるほど。例えば、1998年のフランスワールドカップに日本が初めて出たとき、はっきり言って、ありえない。はい、そうですね。そうですね。言ってしまいますけど。ぐらい差がありました。でも、今だとゼロじゃないですよね。例えば、だから、大隅さんの言ったことの繰り返しになりますけど、すごい楽観的なね、はい。前提を立てるんですよ。はい。どことやっても半分は勝てる。ブラジルとやってもアルゼンチンとやっても五分五分だっていう前提に立って、はい、で、5回勝つのはどうかっていうと、0.5 の5乗ですよね。そうすると、3% ぐらいになっちゃうんですよね。そうですね、2分の1。まずグループリーグは絶対に 100% 勝てる。どんな相手とやっても 50% 勝てるっていう、はい、そこまで楽観的な仮定をしてもそんな筋なんですから。なるほど。まあ、大変ですよね。でも、カップ戦だからあり得るんですよ。なるほど。これがリーグ戦やったらゼロですよ、やっぱり今でも。でも、カップ戦だから、もう頑張って運が良くて、レフェリーが味方してくれて、そういうことでも起こったら、ゼロじゃないよなっていう感じですね。次の質問を何をしていいのかなというか、だいぶ迷ってしまうような答えが続いてしまいましたけれども。いや、でもね、森保監督が、優勝っていうことを宣言したのは、やってね、ベスト8だって言ってたら、そこまで行ったら終わりだろうっていうことなんですよ。だからもう、これ一緒のことは優勝だって言って、それによって、なんて言うんだろう。例えば、ラウンド16に勝ってベスト8だって言っても喜ばずに、次に進めるっていう、そういうチームのメンタリティを育てたいってことだと思いますけど。トルシエの時はそうですよね。トルシエも初めて地元開催でラウンド16が絶対の目標だっていうのですごい一生懸命やったけど、そこに行った途端、もうあとはボーナスだって言い出した。言いましたね。トルコにひねられちゃったんだけど、やっぱりそれはもうないよな。それから昔だと、日本代表の選手見ていると、4試合目になるともう疲れ切っちゃって、もうこれ以上無理だなっていう状態が見えたけど、今の選手は5試合目があっても6試合目があっても、まあ選手層の厚さということも考えても、戦えるなっていうぐらいにはなってきてます。そういう意味でもゼロじゃなくなったな。まあ選手層はね、もしかしたら優勝候補と言われるいくつかのチームよりも、熱いかもしれないよね。クロアチアなんか落とさないで、選手を変えても落とさないで試合ができるっていう。同じレベルで試合ができるという。低レベルなのかもしれないけど。そうか。そのレベルの高さはちょっとともかくとして。わからないけど、でも、結局、日本っていうのはチームでプレーするチームなんで、個の力ではないんで、その辺がうまく補えるっていう面では、非常にプラスの材料ですよね。なるほどね。それで、次のワールドカップが、いつになるのかな来年に、来年、そうですね、来年。カナダとアメリカとメキシコの3カ国にわたって、行われると。で、その次が、ポルトガルとモロッコとどこでしたっけ？スペインです。スペインでしたっけ？プラス南米の3カ国。それで、その次がサウジアラビアですよね。そうです。確か。サウジアラビアは一国でやるんですかあれはね。やるんじゃないですか。サウジアラビアでやる。今や一国でできるのはサウジアラビアかカタールぐらい。カタール。いや、ただ、サウジアラビアでやるって私聞いた途端に、フロンターレがもうそこでは戦い方慣れてるぞと、これはチャンスではないかなんて思ったんですが、後藤さん関係ないですかそれは。それはチャンスですよ。アジアだから、
アジアカップもサウジでやりますよね、今度ね。はい、そうですね。日本の選手はサウジやカタールでしょっちゅうユース代表の時代からね。はいはいはい。しょっちゅうやってるわけですよ。だから、それはヨーロッパや南米でやるよりは、サウジとかカタールでやってくれたら日本のチャンスは増えますよね。だって、2022年前回のワールドカップでもアジアのチームすごく良かったじゃないですか。ラウンド16に何チームも行ったんですよ。そうか。それはやっぱりアジアだからですよ。なるほど、ね。これからまた増えるしね。2018年のブラジルワールドカップじゃアジア勢惨敗だったですから。惨敗でしたね。それ4年後にあれだけ活躍できたのはやっぱり地理的な要素が強いですよね。なんか妙に光が差してきたような気がしますけれども。サウジアラビア大会で優勝を目指すのが結論ですかね。それ結論で、大住さん、それ結論でよろしいですか？いやー、どうですかね。とにかくね、ワールドカップ自体がちょっとクレイジーな感じになってきましたよね。はい。で、今度の48っていうのは、そうですね。スポーツの大会としてちょっと難しいところはあるし、一試合、優勝まで1試合増えたっていうのは、すごくずっと7試合できたものが8試合になったっていうのは、すごく大きいですよね。それからもう、やたらに賞金が大きくなって、それでさすびらでほっぺたを引っ叩くような形で、選手たちを、駆り立てて、プレーさせるっていう、今のやり方っていうのは、もう、結構危険だと思いますよね。サッカー自体が危険な時に来てるんじゃないかと思いますけど。なるほど。はい。ということで、大隅さんが、サウジでの日本代表の戦いというか、アジアが有利ということも含めた上で、かなり可能性があるんじゃないかという話に、全体としてはなってきた。ということでよろしいですか、大隅さん。いや、そこで僕はワールドカップ自体が狂い始めてるんじゃないか。問題で。そのワールドカップ時代の問題っていうのはどうでしょうか、後藤さん。もう、ワールドカップ自体なんか魅力なくなっちゃいましたよね。もう、どこの国でも出てきちゃうし、もう何が何だかわかんないですよ、48もチームがいたら。いや昔のやっぱり僕が一番好きなのは16チームでね、やった頃の方が懐かしいですよね。本当の夢の大会だったですもんね。なるほどね。要するに8つのブロックに分かれてベスト16が出てきて、そこから優勝チームが決まるっていうのが結構いい形だったわけですよね。それがなくなった。少なくともあれですよね。16の次は32、30なかったら64にしなきゃおかしいですよね。そんなに多くはならないし。いや、48っていうのは非常におかしなね、数字でグループリーグが3位のチームまで出てきちゃうとかね。そういうわけわからないことが起こさないためには64がいいんですよ。大きくするんなら。それ改革の声っていうのはあるんですかね？また元に戻そうとか。いや、改革とかなんとかっていう話ではなくて、いかに儲けるかっていう観点での話ですから、なるほど。なんていうんですか、ワールドカップをどうしたら良くするかじゃなくて、いかに、どうしたらもっと儲かるか。儲かるか。それで動いてるということですね。全然、そういうふうに良くしようとか、もっと夢のある大会にしようっていう人たちの意見なんて、全く無視です。残念な話になってきましたけれども。ということで、大隅さんは、ワールドカップを思い切っていいものにしようとかいう考えはあんまり出てこなくって、お金儲けばっかりで動いてるっていうふうに言われたんですけれども、後藤さんどう思われますか？そんな感じなんですか、今のワールドカップは。そうですよね。もうお金だけの世界になっちゃいましたよね。だから本当に僕らワールドカップ見始めた1970年代なんて、本当に純粋なスポーツの選手権大会だったですよね。で、アベランジェ会長がなって随分金儲けって言ってたんですけれども、今から考えるとアベランジェっていうのは本当に聖人のような清らかな人に見えちゃいますよね。なるほど。そうじゃあこれからは日本はもうワールドカップ、とりあえず目指します。優勝を目指して、その後、ワールドカップ以外に、
何を目標にしていったらよろしいですかね、日本は。そうね。まあでもクラブの大会も今度のクラブワールドカップ。ワールドカップ、はい。また金儲け、金まみれの大会ができちゃいましたよね。はい。だからもうやっぱりサッカーっていうのは国内リーグ戦。はい。それがやっぱり一番大事なもんだなと思うんでね。高いレベルのJ リーグっていうのを目指してほしいですね。まあワールドカップせっかくあるんだから日本代表が活躍すればそれはそれで楽しいんで。はい、それだけを見る大会になってくるんじゃないかな。なるほど。今回のテーマで日本のサッカーはなぜこんなに強くなったのかっていうので、第1回目に J リーグの話で始まったら、最後は J リーグの話で戻るというような素晴らしい結論になりそうなんですね。後藤さん、それでよろしいですか？そうですね。もう本当はワールドカップが昔に戻ってほしいんですけれども、はい、今の状態では難しいんで、もう僕は、J リーグでいい試合をたくさん見たいなと。あと残り人生少ないけれども、あと2000試合見ようかなと。惜しい。ということで、大隅さん、後藤さんは J リーグに始まって J リーグに終わったという終わるような結論になりましたけれども、どうですか？そうですね。後藤さんの言う通りだと思いますよ、本当に。もちろん、ワールドカップ、試合のピッチに入れば、試合ですから、それは優勝を目指してやってほしいし、優勝できるような、チームを作ってほしい。そういう国になってほしいと思うんですけど、やっぱり、日本の中で、毎日の生活に密着した J リーグ。それが、なんていうかな、もう少し文化としてね、高まっていって、それで、まあ、認知もされるというふうになってほしいですね。その地域の目指した、まあ J リーグだけではなくて日本のスポーツが全部そういうふうになっていって、J リーグができたからこういうのができたんだねっていう話にもなって、で J リーグにもたくさん人が集まる。他のスポーツにもたくさん人が集まって、はい、みんながスポーツを楽しめる、そういう国になってほしいですね。なるほどね。どうですか、後藤さん。はい。これからもう J リーグを応援しましょうか。J リーグがどんどんこれからもっと発展していって、それで多くのスポーツが日本の文化として認知されていくようになると。これが目標でよろしいですね。そうですよね。J リーグのおかげでもう日本のあらゆる人がサッカーのことを知ってくれるようになったしね。はい。それも非常に最近の J リーグのスタジアムで試合見てると、はい。サッカー文化だいぶ定着してきたなって感じがするんですよね。例えば、チャンスっていう時でバックパスなんかすると、スタンドから、ってため息が漏れるようになってるんですよ。まあみんなやっぱりサッカーのこと分かってきてくれるんだなって、すごくそういう点でも、嬉しいんですね、最近ね。なるほどね。いやー、J リーグが生まれた時に、川淵さんの言われた言葉を私は思い出してしまいました。ヨーロッパなんかではこのサイドチェンジするだけでわーっとみんなが盛り上がるという、そういうサッカーを見る目っていうのが日本ではまだまだないんだよなっていうことをおっしゃってたんですが、もうそうでもなくなってきたですね、大隅さん。そうですね。まあ、そうなくなるよう僕らも努力していかなきゃいけないと思います。ね、後藤さん。そうそう。まあ、どこまでということで、もう先があんまりないからな。後藤さん、そんなこと言わないでください。同い年ですから。そういう人が長生きするんだよね。ああ、そうか。私もそういうことにしましょう。はい、ということで、ワールドカップの優勝。はい、わかりました。ワールドカップ優勝を目指す日本代表ということを喋っていったら、やっぱり J リーグに戻ってしまったっていうのは、本当私の予想もしたかった展開でしたけれども、でも素晴らしい結論だったと。可能性ゼロじゃないですからね、目指してほしい。わかりました。可能性はゼロではない。本当にゼロではなくなったってね、私の娘やなんかがね、アルゼンチンになんで勝てないのとかって言ってたとお前はバカかっていう私だから言ってたのが、最近はバカかとも言えなくなってきたっていう、それぐらい強くなったということで、これもまた嬉しいことですけれども、J リーグがますます発展してほしいという結論にしたいと思います。今週は本当に、後藤さん、大隅さんありがとうございました。ありがとうございました。サッカーの話久しぶりに思いっきりあって、私もほっとしました。楽しかったです。どうもありがとうございます。ありがとうございました。皆さんご覧いただきありがとうございました。
次回の配信も楽しみにしていてください。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。さようなら。